はい、皆さん、こんにちは。ITeens ラボです。マイクロビットの使い方を解説している動画の、第3回目ですね。で、今回はですね、エディター、プログラムをコンピューターで、パソコンで、作っていくときの、やり方ら辺をちょっと見ていこうかなと思っております。で、マイクロビットのサイトを来るとですね、こんな感じですね。いろいろあるんですが、このプログラムしましょうっていうところを押すと、プログラムを作る画面に来るんですが、ここにですね、実はエディターが2つあるんですね。この Make Code Editor っていうやつでプログラムを作ってもいいし、この Python Editor っていうやつでプログラムを作っていいと。Python っていうプログラミング言語を使って、マイクロビットに命令を出してもいいし、こっちがいわゆる子供向けですね。Make Code Editor、この学習向けの、プログラミングの環境を使っていいと。で、あとはですね、iPhone とか Android のスマホとかタブレットとかでも、開発ができるようになってます。開発のプログラムを作ることですね。プログラムを作ることができるようになっておると。で、この Make Code Editor っていうところをちょっと見ていきたいんで、主に、ここの動画では Make Code Editor を使っていきやすんで、ここをプログラムしましょうをクリックしてください。よし、来ました。で、これですね、こう翻訳されちゃってるんですけど、翻訳されるとちょっとめんどくさいんで、この原文のページを表示しておいた方がいいですね。ここはできるだけ翻訳させない方がいいと思います。はい。で、この画面のことを、IDE という言い方しますかね。開発環境、このプログラムを作っていくところを IDE っていうんですが、マイクロビットに対してプログラムを作っていくようなページをマイクロソフトが作ったやつ、Make Code Editor っていうんですが、ほとんどこの動画見ていく人は、マイクロビットのプログラムを組む画面はここだって思っていてもらって大丈夫です。はい。じゃあ、ここで新しいプロジェクトっていうのをクリックすると、プログラムを、作り始めることができます。で、このような画面ですね。スクラッチとかやったことある方はわかるかと思うんですが、このような、ブロックを組み上げてやっていく、プログラミングの手法ですね。はい。そして、ここの左側に出ているこのシミュレーターですね。実際にマイクロビットがどのような、動きをするかっていうのをここでシミュレーションを見ることができます。例えばちょっとやってみましょうか。A ボタンが押されたときに、このハートマークを表示ですね。で、こういうのを組んでおくと、実際にここにある A ボタンを押してみると、はい、ハートマークを出すと。で、こういうふうな、シミュレーターがあるんですね。で、ここのシミュレーター結構面白いんですよ。例えばですね、入力からこの揺さぶられた時っていうのを入れると、揺さぶられた時っていうのを入れるとですね、このシミュレーターがこう揺さぶれるようになるんですよ。揺さぶれるようになるんですね。やってみましょうか。揺さぶられたら今度は、ハートじゃ面白くないんで、×にしておきましょうか。はい。で、はい。揺さぶってみましょう。はい。揺さぶるとこう×になると。で、このウィーってやるのがめんどくさかったこのシェイク、揺さぶるって意味なんですが、シェイクのボタンを押しても、揺さぶった効果があるようになります。で、あとですね、これ結構いろんな機能があるんですよ。入力のところとかからですね。で、それじゃあですね、ここ、JavaScript って書いてあるところがあるんですね。これなんと、このプログラム、今ブロックで組んだプログラムを JavaScript っていうコードですね、テキストコードで、出力してくることができるということなんですね。これもすごいですよね。なんで JavaScript でプログラムを組んで、マイクロビットを動かすこともできるので、こういうコーディングの勉強もできるんですね。はいはい。で、あとですね、これがすごいっていう、僕が一番すげえなと思ってるところがあるんですけど、これなんとですね、例えばネット止まっちゃったとするじゃないですか。今からネット切りますね。切断。はい。これなんとですね、ネット切断しても動くんですよ。一回読み込んでしまえばですね。ちょっとやってみましょうか。入力、はい。右に傾けたときに、なんですかね。今度はハートでもなく、チョンにしましょうか。はい。で、右に傾けるとこのチョーンが出ると。はい。で、これ、嘘だって思うかもしれないですけど、今、ネット繋がってないですね。繋がってないです。どこにも繋がってないですね。はい。これ一回読み込んでしまえば、ネットが途中で切れても最後まで使うことができるんですよ。で、しかも、この辺のブロックも、全部表示できますし、一部ですね、インターネットに繋がないといけないような拡張機能とかを押すと、
ネットワークにアクセスに失敗しましたと。で、できないんですが、安心して戻る、この左上の戻るのボタンを押してもらえば、さっきのところまでできます。なので、題名を決めてですね、ネットが途中で切れたってなっても、ちゃんと名前をつけて、保存をしたりとかですね、ダウンロードをするっていうところまでは、安全にできるようになんとなっております。これすごいですよね。なので、マイクロビット、どんどん遊んでみましょう。今回はここまで。